はい、はまりました。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はスピノサウルスのトラップですね。以前からお話ししておりましたが、ご紹介させていただこうかと思います。で、考えた結果なんですが、イカダトラップはまた別でご紹介しようかと思いまして、地上で利用するタイプのトラップですね。2種類ご案内いたします。で、タイプ1に関しては、単純に支柱を使った低コストのトラップ。で、タイプ2に関しては、どっちかというと、これも低コストではあるんですが、設置しやすいタイプのトラップになっております。実はギガノトにも対応してたりするので、後半またご確認いただければと思います。こういった形でトラップ動画であったりとか、建築のテクニックであったりとか、あと冒険動画も上げていく予定になっておりますので、お役に立ってたようであれば、高評価、あとチャンネル登録ですね。よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。では、まずタイプ1についてなんですが、資材としてはタイプ2よりもさらにコストを抑えた感じのタイプのものになっております。使用素材はこちら。では、実際作っていきますね。で、まず、柱を3つ。これ回収しながらでいいです。今回わかりやすく、全部貼ってしまいますね。一旦分かるようになれば全然1個ずつ貼っていただいて回収でいいです。形的に一旦こういう感じで2つある方が前後になってます。サイドに1マスで前後に2マスずつ柱を貼ってる状態ですね。中心から考えて。次に今回作るの金属で作るんですけど、実際作る時に関しては石でスピノの場合はいいです。で、誘い込む方はそのまま柱使うので、3本。天井か8枠で、置いていただいて、スロープを伸ばします。入り口ですね。コスト下げるなら、1本でもいいんですけど、こっちの方が入りやすいです。続いて、トラップの方なんですけども、まず、左右ですね。に関して、支柱をこの間隔でつけた柱の手前側を柱の手前に合わせるような感覚。どうしてもスナップしないので大体にはなっちゃうんですけど、支柱の欠点ですね。スナップが普通と違うので、ここ。で、奥側に関しては柱の手前側に、大体真ん中ぐらいに置きます。多少ずれても、はまるんで大丈夫です。この支柱さえ置いてしまえば、ここの柱とか不要なので、いらないです。なんで本来は、回収しながらやると資材を抑えれます。柱を真ん中置いて、ここを置いて、一回やってみましょうか。一遍だけしてみますね。最初に置いて、次こっちに置いて、支柱を置いて、これを回収する。真ん中ももう一回置き直してもいいんですけど、真ん中ぐらいは多分ずっと置いててもいいか。で、次こっち置いて、次こっち置いて、みたいな感じで置いていただくといいかなと思います。順番的には多分こっち柱残すんで、最悪ミスった場合でも、こっからもう一回今のように、間隔取れるんで、そっちでいいかなと思います。はい。で、本題に戻りまして、中央サイドですね。に関しては、まず、1、2、3。で、奥側、1、2、3、4。3、3、4ですね。の高さになってます。で、実はなんですけど、これ支柱一番下壊しても、上残るんで、一番下だけ回収するという手段もあります。設置するときですね。ここに関して、扉枠を2個。こっちも2個。1個でもいけると思うんですけど、2個あった方が安全です。こんな感じ。3段つけて2個。1、2、3、4つ。
けて、2個。ね、一番下これないんで。で、1、2、3段つけて、で、扉枠ですね。を2つ。まあ、支柱なんでそんなに大きくないですけど、今までのも支柱トラップもそうですが、1個なしにしても、支柱って実は立っていられるんで、まあ、3つ分は、さらに抑えれたりします。まあ、余談ですね。この状態で、完成です。まあ、こういう感じ。ね。では、実際試していきましょう。実際は恐竜に乗りながら誘導してくださいね。まあ、徒歩でもいいですけど、大変。はい、はまりました。この状態で抜け出すことはできません。はい、寝ました。はい、テイムできました。ちょっと途中で殴っちゃったんで、テイム効果落ちちゃったんですけど、ちなみに抜け方なんですけど、ここに1本柱立てれば、まあ木でも何でもいいんですけど、抜けれます。はい。以上が、タイプ1のトラップでした。はい。では、タイプ2なんですが、こちらに関しては一応ギガノートにも対応はしておりますので、後ほど合わせて確認させていただきます。必要素材はこちら。両扉枠使って、まあ、設置も簡単なので、こっちの方が作りやすくはあると思います。じゃあ実際作っていきましょう。まず土台を置きます。で、三角土台を両方こういう形で置いて、で、ここに土台。で、ここの土台は一回回収して、ここに設置。こういう形ですね。置いていただきます。で、次に、ここに両扉枠を3つ。こっちに4つ。3つと4つ。まあ、それぞれ対象にね。で、こっちに扉枠を3つ。で、スロープを2個ですね。まあ、高さによってここ2個だったり、3個だったりっていうところですが、まあ、おおむね、スピノであれば段差大体超えれるので1段ぐらい、2個でいいと思います。まあ、自分がここを登れるかどうか、まあ、下抜けれるんであればしゃがんで下抜けていただいてもいいです。まあ、その地形に合わせていただければと思います。全体像としてはこんな感じですね。では実際試していきましょう。はい、はまっています。このスペース抜けれないので大丈夫です。一応入った時に縦のままだともしかすると引っかかって超えちゃう可能性あるんで、すぐに横向いてもらった方が、しっかりはまります。あと飛び越えてしまってうまくはまらないようであれば、ここを5段にしていただければ、まあブレーキかかるんで、はめやすいかと思います。以上です。はい、入りました。ここも抜けれないので、大丈夫そうですね。ちなみにですが、土台1個分の長さにすると、アマルガサウルスもはまります。で、このトラップだと、あと、ここ壁にしてしまえば、あまりアマルガサウルスにダメージ入らずに、
近くにトラップ作って、はめることもできると思うので、いいかもしれないですね。ちょっと発展できるかもしれませんね。今度試してみます。では、いかがでしたでしょうか？本日は、スピノサウルスの地上に設置型の、トラップになっておりました。タイプ2の方に関しては、ギガノトサウルス、あとアマルガサウルスもはめることができるので、あれに関してはちょっとうまく発展させれば、壁つけてトラップつけて、高レベルのアマルガサウルスの、テイムしやすい状況を作れるような気がするので、また今度検証してみようかなと思います。で、スピノサウルスに関してなんですけど、ぶっちゃけはめることはできるんですが、どうしてもスピノサウルス、回転幅が大きいので、なかなかトラップに誘導って難しいと思うんですね。なので、また後日ですね、攻撃型のイカダトラップをご紹介できればと思ってますので、よろしくお願いいたします。では、少しでも役に立ったなっていうのがあれば、高評価、あと、このような形でトラップ動画とか建築動画とかですね、お役に立てる情報を発信できればと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。